こんにちは。今日はとても可愛い模様編みでポシェットを作っていきます。透かしの多い模様編みで作っていくので、この面の糸で内袋を作っていきます。今回使うのはこの面 100% の糸と、あと面とレーヨンとナイロンが入っている糸、これを一緒にして編んでいきます。これはツヤツヤとしていて光沢があるので、一緒にして編んでいくと面 100% の場合よりもちょっと上品な感じになります。それとツルツルしているので面 100% の糸が編みやすくなります。この糸に限らずレース糸なんかを合わせると編みやすくなります。おすすめなのでよかったら試してみてください。この糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 色はホワイト、 40g で約96メートル。使用かぎ針の目安は6号。これもダイソー産の糸で輝き、色はクリームイエロー。面とレーヨンとナイロン 20g で約45メートル。使用かぎ針の目安は4号。これとこれを一緒にして編んでいくんですが、針は6号。ちょっときつめに編んでいきます。あと内袋は同じくダイソー産のリサイクルコットン 100%、 色はソフトブラウン。これは今年のものではないので 50g なんですが、後で 40g に換算してお伝えします。あとはマーカーととじ針を使います。2本の糸を一緒にして鎖を編んでいきます。この鎖編みは少しだけゆったりと編んでいきます。今回私は鎖を24、サイズを変更する場合や違う糸で編む場合には好きな長さまで編んでいって、その鎖の数を6の倍数にします。でこのまま鎖編みを続けます。鎖編みが終わりました。ちなみに今の長さは約15センチ。次は底の1周目を編んでいきます。1周目はこの両端に細編みを3つ編んで楕円形の底を作ります。まずこの最後の鎖、ここに細編みを3つ編んでいくんですが、3つのうちの2つ目からスタートします。2つ目からスタートして2つ編んでぐるっと編んで、最後にもう一つ、トータルで3つにします。でこっちにも3つで楕円形にします。で細編みを編んでいくので鎖をもう一つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は表ではなくて裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。表から糸を引き出すよりもこの裏山から糸を出す方がきれいに出来上がります。で裏返して針から1、2、この2つ目に細編みをします。これが1つ目。1つ目にマーカーをつけておきます。で同じところにもう一つ、この今細編みをしたところ、これで1つの鎖に細編みが2つ。次からは1つに1つずつ端まで細編みをします。次のこの
糸が盛り上がっているところ、次も次もこのまま一つに一つの細編みを続けて端の鎖の手前まで編んでいきます。端まで編んできました。最後の鎖に細編みを3つ。この時もこの裏返した裏山、ここに細編みを3つ。まず1つ目、次は2つ目。2つ目を編む時にこの糸端を長い糸の下を通って糸端を寄せて細編みをします。これが2つ目。こうすると糸の結び目が平らになるので綺麗にできると思います。次は3つ目。同じところに3つ目。3つ目を編むときにはまた長い糸の下を通ってこの糸を通して細編みをします。これが3つ目。1、2、3、3つできました。次からまた1つに1つずつ。まずこの3つ入れた隣、3つ入れた隣、ここに細編みをします。でこの糸端は編みくるんでいきます。次も次もこのままこの2つ細編みをした手前まで編んでいきます。ぐるっと編んでスタート地点まで戻ってきました。最後はこの細編み2つが入っているところ、ここに細編みをします。こことここの入っているところ、これで両端の鎖に細編みが3つ、こっちも3つで、3つになったら1つ目の細編みに引き抜きます。で引き抜きます。でこの糸をちょっと引き締めて、今引き抜いた糸、ここは細編み、ここは引き抜いた糸で、次に引き抜いた糸が分かりにくくなるので、一応ここに引き抜いた糸にマーカーをつけました。で次は2周目、鎖を1つ、鎖の根元に細編み、これが1つ目。次はこの細編みに細編みを2つ、ぐるっと編んで反対側でも真ん中は1つ、この両脇は2つ、2つ、2つ、1つ、2つと編んで楕円にします。ここでも最初は1つ、次は2つ、1、2、次からは1つずつ、でこのまま1つに1つずつここまで編んでいきます。
端まで編んできました。端の鎖の細編み3つにまず2つ1つ2つと編んでいきます。まず2つ次は1つ次は2つこれでカーブができました。次からまた1つに1つずつ1つずつ編んでここまで編んでいきます。2周目の終わりまで来ました。このマーカーは1周目に引き抜いたところにつけたマーカー、これは細編みではなくてこれが最後の細編み。この細編みに細編みを2つこのマーカーの手前に細編みを2つ1、2これで2つ1つ2つでカーブを作ります。引き抜いたところにつけたマーカーは外して最初の細編みに引き抜きます。これでカーブができました。で一応ここでも引き抜いたところにマーカーをつけておきます。で次から側面を編んでいきます。側面は数を増やさずに一つに一つずつまず鎖1つ根元に細編みでもし分かりにくくなるようであればマーカーをつけておきます。次も細編み全部一つずつマーカーをつけて細編みをして一周します。でくるっと編んでここまで編んでいきます。ちなみに底が出来上がった段階で長さは約 16.5 センチぐらいでまた側面を編んでいきます。側面の1周目を編んできました。このマーカーは引き抜いた糸につけたマーカーなので細編みを編まないで最初の細編みに引き抜きます。ちょっと広がっていると思うんですが引き抜いてギュッとしてこれで側面の1周目が終わりました。で次もまた同じように編んでいきます。で分かりにくいようであればもう少し引き抜いた糸にマーカーをつけて同じように鎖を1つ鎖の根元に細編みでこれも分かりにくいようであればマーカーをつけて次も細編み次もでまた一つに一つの細編みを続けます。ぐるっと編んだら今と同じようにこのマーカーのところは飛ばして一つ目に細編みこれで何周か編んでいきます。最初に編んだ細編みから数えて5周編んできました。長さは約3センチ。次は模様編みをしていきます。針を戻して
細編みをします。鎖1つ、根元に細編みで、もし分かりにくくなりそうだったらマーカーをつけておきます。鎖を1つで、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、1、2、3、鎖を2つ、1、2、同じところに長編みで、鎖をもう一つ、足元2つ飛ばして3つ目に細編み、これで細編み、鎖1つ、長編み、鎖2つ、長編み、鎖1つ、細編み、こんな感じの模様を編んでいきます。次も細編みの次は鎖を1つ、長編みをします。1、2、3、次は鎖2つ、1、2、同じところに長編みで、鎖1つ、足元1、2、3、3つ目に細編みで、また同じ模様、次も同じ細編みの次は鎖1、2、3、鎖2つ、同じところに長編み、鎖1つ、1、2、3、細編みで、これを繰り返して1周します。鎖1、2、1、2、3で1周編んでいきます。模様編みの1周目を編んできました。今までと同じように長編みの次は鎖を1つ、最初の細編みに引き抜きます。これで模様編みの1周目が終わりました。次は2周目。2周目はこの大きな三角から糸を出してスタートします。まずこの小さな三角、この中に針を入れて糸を出します。このまま三角、糸を出して引き抜きます。もう一度今度はこの大きな三角、このまま三角引き抜きます。これで三角から糸が出ました。で、ここから玉編みをしていきます。まず大きな鎖で、この三角に針を入れて玉編みをしていきます。押さえて絡めて、で押さえて三角の中糸を出します。で押さえてもう一度同じことをします。絡めて押さえて三角の中で
これを整えます。これを一度に引き抜くんですが、この端の糸は残しておいて、その他を一度に引き抜きます。2本になったらこれをまた引き抜きます。これが少し変わった玉編みで、マーカーをつけておきます。で、玉編みの次は鎖を1つで、同じことをあと2回絡めて押さえて三角で、もう一度2回糸を引き出したら整えて、これ以外を引き抜きます。もう一度引き抜きます。これで玉編みが2つ。玉編みの次は鎖を1つで、もう一つ玉編みをします。絡めて押さえて三角2回糸を引き出したら整えて引き抜きます。もう一度引き抜きます。これで玉編みが3つ。玉編みの次は鎖、これを繰り返していきます。次の三角、ここにも玉編みをしていきます。押さえてこれを引き抜きます。もう一度引き抜きます。玉編みの次は鎖で、また玉編み、鎖で、また玉編み、で、玉編みの次は鎖、ここも鎖1つ、間も鎖1つ、ここも鎖1つで、また鎖1つで、次もここに玉編みが終わったら鎖1つで、次またこの三角に玉編み3つ、これで1周します。模様編みの2周目を編んできました。最後の玉編みの後に鎖1つを編まないで、最初の玉編みにつけたマーカーのところ、ここに細編みでつなぎます。これが最後の玉編み、これが最初の玉編み、最初の玉編みのマーカーをつけたところ、ここに針を入れて糸を出して、これを一度に引き抜いて細編み、これでつながりました。最後だけ細編みでつなぎました。次は模様編みの3周目。
鎖を4つ、1、2、3、4で、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、1つ目はこの玉編み、ここを飛ばして次はこの間、玉編みと玉編みの間、ここに長編みをします。絡めて長編み、これで四角ができました。この3周目はずっと四角を作っていきます。鎖1つ、次の玉編みと玉編みの間、長編み、これで四角、次も四角、鎖1つ、1、2、鎖、1、2、鎖、1、2、鎖、1、2で、これで1周します。模様編みの3周目を編んできました。最後も四角を作ります。最後の長編みの後に鎖を1つ、最初の鎖の下から3つ目、3つ目に引き抜いて、これで3周目が終わりました。次はここと同じように細編みをしていきます。まず鎖を1つ、鎖の根元に細編み、次はこの四角に針を入れて細編みをします。次はこの長編みの上、次は四角、次は長編みの上、次は四角、次は長編みの上、これでずっと編んで1周します。模様編みを3つ分編んできました。長さは伸ばした状態で測って約18センチ、ちなみに横幅は15センチで、実際に入れたいものを入れてみて、もうちょっと長くしてもいいと思います。長いタイプのお財布を入れるときにはもう少し編むことになります。私はこれぐらいで進めます。今細編みを編んだところ、次にこの D カンをつけていきます。で、この脇につけます。平らに決めて、でこの D カンの幅を見ると細編み4つ分でいいかと思います。この中に細編み4つ、まず細編みを編むので鎖を1つ、根元に細編みを編みます。ただその時この D カンを含めて編んでいきます。この D カンを下に添えて、ここに針を入れて編んでいきます。この根元、今までと同じです。これ
れで一つちょっとギュッとしておきます。隣にもう一つ、これで細編みが2つで、ぐるっと編んで、最後にあと2つ編んで全部で4つにします。こっちに、ここは分かりやすかったんですが、こっち側にマーカーをつけておきます。この脇のこの4つに D カンをつけていきます。で、次からは今までと同じ普通の細編み、次も次もで、このままこの D カンをつけると決めたところ、私は今回この4つでつけたいので、ここまで編んでいきます。 D カンをつける位置の手前まで来ました。この4つで D カンをつけます。 D カンを下に添えて細編みを4つ、まずここ、1、次、これでつきました。細編み4つ。次からまた普通に細編みをします。で、このまま細編みをして、この2つ手前まで編んでいきます。ここまで1周編んでスタート地点まで来ました。この細編みとこの細編みで D カンをつけます。ここは引き抜いたところ、ここは数えないで、こことここで、また D カンを下に添える感じで、もう一つ、これで細編みが4つ、ちょっと引き締めてから1つ目の細編みに引き抜きます。これで2箇所の D カンがつきました。もう一周細編みを編んでいきます。鎖1つ、根元に細編み、次も細編み、最後の細編みは全部1つに1つずつ、それで1周します。細編みの3周目を編んできました。最後の細編みから糸を抜きます。とじ針で始末するので少し長めに糸を切ります。で、最後の細編みから糸を抜きます。これが1つ目の細編み。その隣に
手前から向こうに針を入れます。端から1、2、2つ目、手前から向こうで、最後の細編み、この細編みに上から針を入れます。で、大きさを揃えます。あとは裏でほどけないように何回か行ったり来たりして隠します。次は内袋を編んでいきます。今表が外側、上下を逆にします。で、内側を編んでいきます。こんな感じで編んでいきます。で、編み始めた近くから始めていきます。で、ここには細編みが3周、この底に近い方、ここから編んでいきます。この細編みの上の糸、長編みをするので鎖を3つ、1、2、3、隣に長編み、ここに長編みをします。この糸は編みくるんでも大丈夫です。次も長編み、次も長編み、このまま長編みで1周します。で、今私はここと同じ糸で2本ではなくて1本で編んでいるので、ここより少し細い糸になっています。で、細い場合は全部長編みで大丈夫なんですが、ここと同じ太さだったりもうちょっと太かったら、この長編みを鎖一つにして、ここに四角を編んでいきます。次も四角にして、ちょっと狭くなるように編んでいくといいと思います。私はこのまま長編みを続けます。ぐるっと編んで、最初の鎖のところぐるっと編んで、ここまで戻ってきます。一周編んできました。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。これで1周目が終わりました。次も鎖を3つ同じように編んでいきます。隣に長編み、次も長編み、このまま長編みで1周します。ぐるっと編んだら、また下から3つ目の鎖に引き抜きます。次の周を編んでいきます。また引き抜いて次と編んでいきます。こんな感じの袋を作っていきます。13周編んできました。長さは約15センチ。これを入れてみて伸ばしたりしてみながら、ちょうどいい感じになったら、次はこの内袋のこの底を閉じ合わせていきます。ここからこの長編みを
一つ一つ合わせていって閉じ合わせていきます。まずこのまま隣、向こう側の長編みの上のところで糸を出して引き抜いて、これで合わせました。次もこの長編みの上のところ、向こう側も長編みの上のところ、次もこのまま端まで閉じ合わせていきます。端まで合わせてきました。ここにも一つ編んで、最後は鎖一つを編むようにして糸を切ります。これはとじ針で隠しておきます。これで出来上がりました。鎖編みをしていきます。この時も少しゆったりと編んでいきます。で、私は今回約105センチのストラップを作っていきます。私は身長160センチで、だいたい105センチから110センチぐらいがいいかと思っています。身長やお好みに合わせて好きな長さに調節してください。で、鎖を編んでいくんですが、この鎖編みの状態と鎖の後に細編みを編んだ時と長さが少し変わってきます。なのでこの鎖編みを少し長めに編んで、細編みを好きな長さまで、私の場合は105センチまで編んだらそこでストップして、余分な鎖をほどいていこうと思っています。鎖を編んで細編みを編んで、105センチになったらここでストップして、あとはほどきます。こんな感じで作っていくとイメージした長さになりやすいのでおすすめです。このまま鎖を編んでいきます。鎖編みを110センチ編んできました。細編みをしていきます。細編みをするので鎖をもう一つ戻って2つ目に細編み、表ではなくて裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み、次も細編み、次もこのままこの細編みが1メートルになるまで編んでいきます。1メートルでなくてもお好みの長さになるまで編んでいきます。伸ばした状態で測って105センチ編んできました。ここで実際に体に当ててみて好みの長さにします。ただ使う時にはもう少し伸びるので、それも含めて考えて好みの長さよりも少し短くします。私はこの105センチで編んでいこうと思っています。で、ここが最後の鎖だとして、最後の鎖に細編みを3つ、ここに3つ、まず1つ目、同じところ2つ目、同じところ3つ目、
れで端の鎖に細編みが3つで、ここはほどいておきます。次から1つに1つずつ細編みをしていきます。次はここで、このまま端まで細編みをしていきます。次はストラップをつけます。仮に留めてみて、実際に体に当ててみて、好みの長さにします。ただ使うとき、最初のうちはちょっと伸びるので、その伸びが落ち着くまではこの折り返した部分を短めにして、で伸びて落ち着いたらこの長さをちょっと長めに折り返します。そうすると好みの長さに調節しやすいので、好みの長さよりもちょっと短めに作っておきます。でとじ針で縫っていきます。この糸はここは2本で編んでいるんですが、1本で閉じ合わせていきます。でこの縫い合わせる内側、ここに針を入れて、糸端は残しておきます。でここからしっかりと留めていきます。ここまで縫ったらまたこっちに戻ってきます。針を入れたところの近くまで来たら、この内側に針を出して、でこれを結ぼうと思います。長すぎる。この糸端をまたここら辺に隠していきます。で隠したら反対側も同じように縫い合わせていきます。こんな感じに出来上がりました。サイズは横幅が約16センチ、縦は約17センチ、ストラップは約95センチ。で、内布をつけたのでちょっとしっかりした感じになりました。それとこの茶色い色がこの模様を引き立てて可愛くなりました。でこの糸が面だけでなくちょっとツヤツヤした糸を合わせてちょっと変わったニュアンスができておしゃれになっています。今回使用した糸は白が 40g、 この光沢のあるクリームイエローも 40g、これを2玉使いました。この薄い茶色、これも 40g 使いました。最後までご視聴ありがとうございました。